皆さん、こんにちは。ペンギンジャパニーズです。この番組では日本語で日本の文化や行事、私の身の回りの出来事などをお話ししています。今日は日本の伝統行事、七夕についてです。Penguin Japanese。改めまして、こんにちは。今日は日本の夏の伝統行事、七夕についてお話ししていきます。皆さんは七夕って知っていますか？日本では毎年7月7日に七夕という行事があります。七夕が近づくと学校や幼稚園、駅、商店街などで七夕飾りを見ることがあります。七夕飾りは笹にいろいろな飾りをつけます。笹とは竹に似た緑の植物です。パンダが大好きなやつですね。その七夕飾りには折り紙で作った飾りや短冊などを笹に飾ります。短冊とは細長い紙のことです。赤、青、黄色、ピンクなどカラフルな紙を使います。最近ではプラスチックのものも多くなりました。これは雨に濡れても大丈夫なようにです。七夕ではその短冊に自分の願い事を書いて笹に吊るします。お金が貯まりますように、家族が元気でいられますように、試験に合格しますように、日本語が上手になりますように。私は今年少し病気になったことがあったので、健康に過ごせますようにと書こうと思います。では、どうして七夕には七夕飾りを作ったり、短冊に願い事を書いたりするのか知っていますか？この七夕という行事には、織姫と彦星という有名な物語があります。織姫とは夜空に見える星のベガです。彦星はアルタイルです。この二人、実はとっても仲良しの夫婦だったんですね。織姫は旗を織るのがとても上手な女性で、彦星は牛の世話をする男性でした。旗を織るとは糸を使って布を作ることです。縦の糸と横の糸を組み合わせます。そして一枚の布にしていきます。英語で weaving と言うとわかりやすいかもしれません。織姫はこの旗を織る仕事がとっても上手でした。でも織姫と彦星は結婚してから仕事をしなくなってしまったんです。二人は仲が良すぎたんですね。困りましたね。そしてそれを見た天の神様はとっても怒り、二人を離れ離れにしてしまいました。二人は天の川という大きな川を挟んで反対側に離されてしまったんです。二人は会えなくなって毎日悲しんで泣いていました。それを見た神様は、真面目に働くなら一年に一回、7月7日の夜だけ会うことを許しましょう、と二人に約束をしてくれたんです。こうして織姫と彦星は一年に一回だけ会えることになったんですけれども、これが七夕の元になったお話です。そしてこの物語から昔の人たちは織姫のように手仕事が上手になりますようにとお願いをするようになりました。七夕の日に願いを書いた短冊を笹に飾るのは、その願いを空に届けるためだと言われています。今では勉強、仕事、健康、将来の夢など
いろいろな願い事を書くようになりました。また、七夕の夜に雨が降ると、天の川の水が増えて、織姫と彦星が会えなくなってしまうと言われています。だから、七夕の日には晴れるといいなと思う人がたくさんいます。夜空を見上げて星を探す人もいます。明かりの少ない星がたくさん見えるところでは、実際に天の川と織姫、彦星を見つけることができるんですよ。日本には七夕を盛大に楽しむ七夕祭りもあります。有名なのは宮城県の仙台七夕祭り、それから神奈川県の湘南平塚七夕祭りも有名です。これらのお祭りは街中に大きな七夕飾りがたくさん飾られます。私はこの平塚のね、七夕祭りに何度も行ったことがあるんですが、本当に上から降ってくるような大きな竹飾りの下を歩いて、道に並んでいる屋台のお店も覗きました。屋台では焼きそばやたこ焼き、かき氷、わたあめなどを買いましたね。また、七夕音頭を踊るパレードもありました。みんながね、浴衣を着て、七夕音頭に合わせて踊りながら歩くんですよね。そして夜になると飾りがライトアップされます。昼とはね、また違った雰囲気があってとっても綺麗です。仙台のね、七夕祭りにはちょっと行ったことがないので、いつか行ってみたいと思っています。もし日本で7月の初めに笹や短冊を見かけたら、それは七夕飾りかもしれません。カラフルな可愛い飾りがいっぱいあるので、ぜひ見てみてください。そしてね、短冊にどんな願い事が書いてあるかななんて少し覗いてみるのも面白いかもしれません。皆さんなら短冊にどんな願い事を書きますか？よかったら日本語でコメントに書いてみてください。はい、今回はここまでです。今回は日本の伝統行事、七夕についてお話ししてみました。七夕が終わると日本の学校はいよいよ夏休みを迎える時期になります。子どもたちがワクワクする季節です。ここまで聞いてくれてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、またね。